今回のドローチューブはアスカさんへのインタビュー会です。インタビュー回答の音声は私、日向さくらがお送りいたします。高校の頃ぐらいでしょうか。テレビアニメは一度小さい頃に見たのですが、当時は意味を理解できなくて、高校になってからもう一度見直したんです。見直したらこの作品を好きになって、二次創作もするようになりました。当時はすでにアスクというペンネームを使っていて、見直したらアスカの読み方が自分のペンネームと似ていると気づいて、だんだん彼女のことを意識し始めたのです。私は優しい女の子よりはかっこいい女の子の方がもともと好きなんですよ。高校の時はすでにエヴァは新劇場版も出ていて、その新劇場版の中のアスカはテレビアニメのアスカとちょっと違いまして、もっとかっこいい感じでした。それで私はよりアスカのことが好きになりました。加えて私は赤色も好きで、あらゆる面で私の好みに合っている女の子だと思いました。このイラストで一番力を入れたところと言いますと、キャラクターたちの表情ですね。描くときはお母さんみたいな気持ちになったんです。とにかくみんなが笑っていてほしいと。新エヴァを見た後、自分の青春もこれで終わったんだなとすごく感じたので、多少その感覚をこの作品に入れました。説明するのが本当に難しいですが、とにかくみんなが幸せでいてほしいのと、もうエヴァなんて乗らなくていいと思ってます。実はこのイラストは最終的に横長レイアウトになると勘違いして最初構図を間違えました。その後このイラストは本の表紙として使うため、真ん中から左右に分かれる形になるんだと気づきました。なので構図は今回一番苦戦した部分だと思いますね。最終的に表紙と裏表紙両方ともきれいに見せることが必要で、折られる部分も重要なものを描かないようにする必要があります。その上、両方つながると一枚のイラストとして見せることも大事なので、いっぱい悩んでやっと現在の構図にたどり着きました。最初は片方だけキャラクターにして、もう片方は景色だけにしたかったんです。そうすると折られても大丈夫な気がしてたんですが、いろいろやってみた結果、やっぱりキャラをメインとして描きたいんだなって、せっかくなので5人の表情をちゃんと表現したいと思いました。なので最終的にやっぱりキャラをより目立つようにして、背景をなるべく簡単にしたイラストにしました。ちょうどその時、新エヴァを見たタイミングだったので、ちゃんと意味のあるイラストを描きたいと思いました。新エヴァを見たら、なぜか一番印象に残ったのが、みんなが浜辺にいる場面でして、とにかく浜辺が描きたいと強く思いました。野原など、他の背景もいろいろ考えていましたが、悩んだ結果、やはり浜辺が一番かなと、私の新エヴァに対してのイメージと一番マッチしていると思います。配色的にも砂の色味はどちらかというと優しく、コンクリートなどよりいいと思いました。加えて全体的に夕方にしたので、雰囲気がとても伝わりやすいかと思います。いつもいろいろ決めた後で描き始めるタイプなので、描く前からキャラクターの仕草などはすでに決まっていました。
例えば今回は事前にみんなが地面にくつろいでいる感じをまず決めて、具体的に浜辺の上かどうか、周りの背景に関しては描きながら決めています。どんな色の地面だと綺麗なのか、キャラを中心に周りの表現をいろいろ考えています。昔は特に考えずに直接描き始めることも多かったんですが、途中で急に根本的な問題に気づき、最初から違う感じで描き直した方がいいかもしれないと思ったことがありました。途中からいろいろ修正するのはすごく難しいことでして、下手したら最初から描き直す必要もありますので、逆に描く時間が無駄になります。それ以来、なるべくラフと構図を考える段階で、最終的にたどり着きたいイメージを決めて、時間を無駄にしないように、そこから描くようにしています。最初は青空を背景にした絵を描こうと考えましたが、夕暮れの方が感情が伝えやすいと感じて、最終的にはこの色合いにしました。夕方はより別れという感じがしますので、個人的にスオー色などの暖色系が好きで、色を使う時の癖とも言えますが、基本暖色系を使えるならそれを使うようにしています。暖色系はなんだか画像にフィルターをかけたような感じなので、穏やかな雰囲気を引き出せます。まずはこの絵はどんな雰囲気が似合うかを考えて、その雰囲気に合う色から全体の色合いを決めます。この作品の場合、もし背景を青空に変えると、画面全体が寒色系になってしまいますね。また、明るい部分でも暗い部分でも、爽やかで綺麗な色を使うようにこだわっています。定山等を使うこともあんまりないです。最初、まず一つのレイヤーでベースカラーを塗ってから、新規に定山モードのレイヤーを作成して影の色を重ねる方も多いのではないでしょうか。以前は私もこういうやり方でやってみたのですが、色が汚く見えてしまいますので、今はもう使いません。細かい背景を描くときは特にコツはなく、コツコツ描きますね。そういうところに役立つブラシがたくさんあるのは知っていますが、あまり使わないです。なので、画面の一部だけをぼかし加工したりしてます。時間と労力を節約と、絵全体の見栄えのためです。また、背景を至るところまで細かく描く必要はないと思ってまして、真正面のキャラクターを強調したい場合は、背景はそのキャラクターより目立たない方がいいと思います。なので、時々カメラのソフトフォーカス効果も真似して、わざと背景をぼかしますね。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いいたします。